ポリネシア人はどこから来たのか、その祖先と考えられているラピュタ人はなぜ謎が多いのか、都市伝説や憶測抜きの現実ベースで紐解いていきます。最も古いポリネシア人の記録は大航海時代の航海日誌です。実用化されたばかりのクロノメーターを手に南太平洋の島々を渡り歩いたイギリス海軍のクック船長。彼が目にしたのはヨーロッパの常識を根底から覆す驚くべき光景でした。甲板の上に50人以上もの人間、数週間分もの食料、家畜をどっさり乗せた巨大なカニューが往来していたのです。我々の乗ってきた艦船よりも彼らのカヌーの方がはるかに早く、乗組員も極めて優秀だ。島々を巡るうちにクック船長たちはある確信を持ちます。彼らには共通の祖先が存在するに違いない。しかし、当時のヨーロッパの研究者たちが立てた最初の仮説はというと、そんな航海術をアジア系の民族が持てるはずがない。彼らの祖先はインドから渡った白人系、アーリア人に違いない。というような差別と偏見に満ちたものでした。ポリネシア人のルーツを探る研究は、そんなヨーロッパ人たちから押し付けられた差別と偏見に対する挑戦。奪われたプライドを取り戻そうとする地元の人々と研究者たちの熱い熱意から始まりました。その幕開けはある冒険家の奇抜すぎる挑戦に始まります。それがなぜラピュタ文化研究の幕開けにつながったのか、そこには驚くべき偶然がありました。ノルウェーの冒険家、人類学者のトール・ヘイエルダール。彼は南米インカの伝説に着想を得て、伝統的な方法で作成したイカダコンティキ号で太平洋を漂流する航海を決行します。101日間8000キロもの距離を漂流し生還。彼の冒険は古代のイカダでも太平洋を横断できるということを証明しました。彼の航海記は2000万部を超える世界的な大ベストセラーとなり、16ミリカメラで撮影した航海の記録映画はアカデミー賞を受賞。世界的な冒険ブームの火付け役にもなりました。彼はポリネシア人の祖先は西ではなく東から来たということ、インカ帝国の末裔だったかもしれないということを証明したかったのです。ところが、その冒険のおかげでポリネシア人の祖先に関する以前に増して屈辱的な新説が生まれてしまいます。ポリネシア人の祖先は自分の意思で海を渡ったのではなく、流されただけの漂流民だったのだというものです。クック船長の航海記録でさえ実は大げさな表現だったのではないかと疑う論調まで飛び出しました。ここからが第2幕、漂流民という汚名を払拭するため、現地人と研究者の団結によりあるプロジェクトが立ち上がります。ホクレア号という船の名前を聞いたことがありますか？地図やコンパス、近代的な計器を一切使わず、星の位置や波の動きを頼りに古代人と同じ条件で海を渡る。それは自分たちの祖先は高度な航海技術を使って自分の意思で海を渡っていたということを証明したいという人々の熱い思いによって実現しました。1976年の初航海、ハワイからタヒチの間を1ヶ月かけて航海。その頃すでに伝統的な航海技術の継承者は希少な存在。忘れられようとしていた伝統的な航海の再現は民族の誇りを呼び覚まし、漂流民という汚名を払拭することに成功したのです。このホクレア計画はポリネシア人の祖先を探す考古学的な研究にも影響していました。実は20世紀の初め頃から南太平洋のいくつかの島で独特な模様の土器がいくつか発見されてはいたのですが、それが一体何を意味するのかまだ誰も分かっていませんでした。その情報を最初に集めて調査し分析したのがニュージーランドの考古学者ゴルソン博士でした。博士は西から東に向かうほど土器の発見される年代は若くなり、似たような生活の跡が発見されるということから、これはポリネシア人の祖先が
西から東方向へ海を渡り文化圏を形成していた痕跡ではないかという仮説を立てました。この仮説はすでにニューカレドニアで発見されていた土器の名前からラピュタ文化と命名されました。もちろんゴルソン博士の説は学術界からすぐに認められたわけではありませんでした。想定された移動距離はおよそ数千キロメートルにもわたり、古代人がそんな長い距離を移動することができたはずがないというのがその理由でした。そんなポリネシア人の航海能力を疑う議論に終止符を打った。それこそがホクレア号の成功だったのです。そしてここからが古代ポリネシア人の高度な航海能力を前提とした新しい研究の幕開けです。長距離航海は技術的に十分可能だったという認識が強まると、研究者たちの関心は次なる疑問。では彼らの祖先は一体誰なのかという問題に集中するようになりました。そんな1980年代、言語学の研究成果とラピュタ文化を結びつけて大きな影響力を持ったのが、オーストラリア国立大学の考古学、ピーター・ベルウッド教授の説でした。ベルウッド教授はオーストラネシア語族の祖先集団が台湾から南へ広がっていったプロセスを説明する中で、すでにゴルソン博士らによって発見されていたラピュタ土器の年代データを証拠として使用したのです。ポリネシア人の起源は台湾であるというよく知られているこの説明は、まさにここから始まったものでした。少し整理すると、ゴルソン博士たちの研究は純粋にラピュタ土器という文化がどう広がったかについてのものですが、オーストラネシア語族の拡大、人口移動という壮大な説のパーツとして使用されたことで、突然進んだ航海術を持って現れた謎の高度文明民族という強烈なイメージにすり替わってしまったのです。さらに、現在の研究では DNA によってラピュタ人が現代のポリネシア系のようながっちりした体型ではなく、小柄なアジア人系だったということも分かってきています。遺伝子の系統が同じだからといって、本当に台湾から直接大量に人がやってきていたかどうか断言できるものではありませんが、人の移動は確かにあった。しかし、ラピュタ人の航海技術が台湾から持ち込まれたものであるという客観的な根拠は見つかっていません。同じ海の民なんだから技術も運んだじゃないかぐらいのものです。その一方で、このビスマルク諸島ではラピュタ人が現れる遥か昔、実に2万年以上も前から人々が島と島の間を船で移動していたという確かな証拠があります。それは1990年代頃から採用されるようになった画期的な新技術。日本でも縄文人の移動を証明するのに使われる黒曜石の成分分析、それと全く同じ技術をビスマルク諸島の遺跡で用いたところ、驚くべき事実が判明しました。少なくとも2万年前の黒曜石が船で渡るしかない遠く離れた別の島まで運ばれていたのです。主な産地はニューブリテン島北岸のタラシ。ここで採れた黒曜石が東側にあるニューアイルランド島の洞窟遺跡で見つかりました。島と島の間、少なくとも 50km から 100km ぐらいの距離を船で移動していたということが分かってきました。ではなぜこの海に古くから航海術が存在し、ラピュタ文化が生まれたのでしょうか。古代の地形を見れば意外な姿が浮かんできます。2万年前といえば氷河期。海面は今よりも120メートル低く、ニューギニアとオーストラリア大陸が地続きとなったサフールランドが存在していた時代です。その頃、水深の深いビスマルク諸島周辺の島の大きさは今とそれほど変わっていませんでした。巨大な陸地サフールランドの北の沿岸線。ここはその頃は南海の孤島じゃありませんでした。しかもこの海には広い太平洋を渡って遥か遠くから安定した大きな波が届きます。
海は世界を隔てるものではなくて、島と島をつなぐ道だった。南太平洋の真ん中で寄せては返す波を見ていると、そんな世界観が自然に生まれてくるのかもしれません。かつて西洋から押し付けられた偏見や決めつけをバネにして始まったポリネシア人の祖先探し、そして台湾起源説、提唱された当時と比べて現代は科学の技術も証拠も着実にアップデートされてきています。それらの最新データが教えてくれるのは、進んだ文化や技術はある日突然どこからか現れるものではなくて、必ずその土地で生きた人々の長い暮らしの積み重ねや自然への適応が存在しているということです。こうした歴史をちゃんとお互いに理解することが、争いのない平和な社会につながるはずです。大航海時代の西洋人のように、他の民族のプライドを土足で見つけるようなことはしたくないものですよね。南太平洋の旅は次回も続きます。このチャンネルでは、お互いの文化を尊重し合えるような世界に通じる歴史観をお届けしています。チャンネル登録、高評価で応援していただけると大変励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。